セックス&ザ・シティから20年、ついにこれが最終章になってしまうんでしょうか。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。今日は記念すべき、第1本目の動画、大好きなセックス&シティの新章 And Just Like That のシーズン1を語っていきたいと思います。はい、まずこちらシーズン1なんですけども、映画でハッピーエンドを迎えたキャリーとビッグの結婚生活15年目という設定になってます。そしてちょうどですね、コロナ明けパンデミックを乗り越えた皆さんが再集結するっていうような設定になっています。第1話で衝撃のっていうね、ビッグ死んじゃいました。しかもですね、シャーロットの養子のリリーのピアノリサイタルですね。あそこですね、最初あのシーン持ってきてメンバーを思い出してもらうっていう、普通ね、友達の娘のピアノリサイタルとかわざわざあんなに行きませんよね。あれは後からキャラクター説明をしなくていいようにまず一挙に集結させてですね、次のビッグのお葬式のシーンでこれ誰だっけとかって思わなくていいようにこうスムーズに話が進むように最初のピアノリサイタルにみんなが来てくれてすごくドラマチックなシーンで、ビッグが亡くなるっていうね感じだったんです。で、皆さんご存知だと思うんですけど、サマンサが今回全く出ていません。ちょっとテキストで文字だけ出てくる感じなんですけど、これはもともと現役の時代の時からサラ・ジェシカ・パーカーさんとキム・キャトラルさんの不仲がすごく週刊誌とかにも書かれていたんですけども、実際ねアメリカのファンではキャリーよりもサマンサの方が人気があったと思います。なのでもうストーリーが大体もう最後のシーズンの方とかはもうキャリーとサマンサの比重が結構同じぐらいなってたと思うんですけども、ゴシップでは、キムさんがプロデューサーと仲良しだったのでどんどんキムさんがのストーリーの比重が大きくなってきたと。それに対してサラ・ジェシカ・パーカーさんが不満を言ってたのですごくね仲が悪くなっちゃったっていう話だったんですけど、でもね劇中ではすごくそんなの全然わからないぐらいね、やっぱりね2人ともすごいプロだなっていう感じでしたし、ただドラマを楽しむっていう意味ではそれが全くね影響してなかったと思います。ただこのシーズンが終わってそして映画も2本出てですね、その間にメディアのインタビューなんかでキムさんがあの人たちは友達じゃない、誰も電話も何もしてくれなかったとかってインタビューで言ったのがもうバーって広がって、それに対して残りのメンバーはすごくいやそんなことない、私たちは友達ですとかっていろいろ言ってたんです。その時にですね、ビッグ役のクリス・ノースさんがはっきりした形ではなかったと思うんですけど、ちょっとキムさんの肩を持ってですねいたことがありました。そして実生活の方ではビッグ役のクリスさんとシャーロット役のクリスティン・デイビスさんが実際付き合ってたっていうのもあって、ちょっとねその辺のドラマでゴシップでどこまでそういうことだったのかなっていうのもちょっと実際はねわからないんですけど、そういうようないざこざがありまして、キムさんはもうサマンサは新しいシーズンには出ないっていうことが結構ささやかれてました。それでですね、今度こちらのですね「And Just Like That」あった新作にクリスさんが出るっていうタイミング、どの辺のタイミングだったんだかわからないんですけども、クリスさんが今度ちょっと女性から性被害があったっていう件で訴えられちゃったんですよね。それでちょっとショーの方では、降板を考えていたんだと思うんですけども、今回っていうかサラ・ジェシカさんはもうこのシリーズのプロデューサーっていう風になってますので、彼女にもすごく権限あったと思うんですけども、クリスさんはこの性被害の件は冤罪だっていうような主張をしてたんです。それの時に、サラさん
とか、周りの人が何もかばわないでこうちょっと引いちゃったっていうか、助けないっていうことですよね。助けないで、そしてドラマからも第1話で降板っていうような形にされてしまって、こちらの方もねゴシップ誌といいますかに載ってて、キムさんの件にしてもめんどくさいものにはこう切っていくスタイルだっていうのをねクリスさんが言ったりとかして、それはそれでゴシップになってました。そういう経緯で死んじゃったんだって思ったんですけど、でもねそれとはまた別にドラマはドラマで、私はねドラマ楽しんでいました。ただその時期はもう毎日のようにこのようなゴシップがネットで出てきたりとか、週刊誌なんかにもね載ってました。はい、そしてね現在ですね、もうシャーロットの養子のリリーちゃんとですね可愛かった、そして実子のローズがですねもうティーンエイジャー大きくなっているという設定です。そして弁護士のミランダです。彼女のねシルバーというか、あれはもうプラチナムブロンドのようなねヘアがねめちゃくちゃかっこいいんですけど、彼女は今まで勤めてた大きい弁護士法律ファームを辞めて、人権問題に取り組む弁護士になるべくもう一度学校に行き直しているという設定です。そしてもちろんキャリーの方なんですけど、ビッグが残したもう巨額の遺産で、これまで以上にですねもうお金の心配はなく好きなことやってるわけです。それで最初は趣味でやってたインスタグラムからポッドキャストの方にスカウトされて、 LGBTQ 関係の恋愛セックス相談のポッドキャストに、ゲイのメンバーとやっているという設定になってます。それでですね1話目はですね結構サマンサの悪口をみんなで言ってるんですよねこれは必要あったのかなっていう感じですけども、サマンサが仕事でロンドンに行くことになったと。それで彼女は全く何の未練もなくパーって行っちゃって、みんなのテキストにも全く返事してこないと。それでキャリーは私は彼女は一生の友達だと思ってたのにななんていろいろ言ってですね、その現実の世界のごちゃごちゃと結構ね同じようなセリフを言わせちゃってるんです。これがねなか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 やるなっていう感じなんですけども、それもね最初のうちだけ。そしてビッグのお葬式でまた昔のメンバーなどが少し出てきまして、その時にサマンサがとってもね素敵なねお花を祭壇に送ってくれるんですけども、そこでちょっとなんて言うんだろう、友情を感じたななんていう感じで、ちょっとサマンサの話はそこまでとなります。でここでね新しいプロットなんですけども、今回ミランダ役のシンシア・ニクソンさんがライターとして参加してます。で彼女は実際の実生活ですね、レズビアンとして、生きてまして、お子さんもトランスジェンダーとかなんです。なのですごく LGBTQ にサポーティブな方なので、今回ねそれですごく話の中でもねそちらの要素が多いんですよね。もちろん今回キャリーと一緒にポッドキャストをやっているコメディアンのチェとミランダが恋愛すると、それからシャーロットの実子ローズがトランスなのかなっていう感じですよね。それに加えましてシャーロットの芸能友達アンソニーの話もかなりちょっと入ってきます。はい、そしてミランダなんですけども、自分はもしかしてゲイなんじゃないか、そこまではっきりはしてないんですけども、もうスティーブとの結婚生活は、幸せではないと。それで一体自分は何者なんだろう。もう一度ですねこの年、一応今回の設定ではミランダとキャリー55歳ぐらいという設定なんですけども、そこからですねもう一度自分が何者なのかを探す旅に出るという感じでですね、悩み始めると同時にですね、彼女はパンデミックの時に外に出ないで家にこもって、スティーブと一緒に映画見たりテレビ見たりとかっていう生活してる間にすごくお酒を飲む習慣がついてしまって、
アルコール中毒という設定になっています。で昼間から飲んだりだとか、それが一応原因といいますかきっかけとなりまして、たがが外れるというかですね、酔っ払った勢いで結構できてしまうことが多いっていう感じでうまくね話がね流れていっていました。そしてまたですね、ビッグの衣装の中にナターシャに1億残すというですね遺書がありまして、またねキャリーがすごく不安定になってしまいます。っていうのもセックス&シティのオール6シーズンかけて彼女は自分がビッグに対してどういう関係なのか、ガールフレンドでもない単なる遊び相手なのか、もう押したり引いたりをですね続けられて、これ本当にねアメリカでよくある恋愛の形なんですけども、一体私たちってどういう関係っていうのをもう長年やってきたわけですよね。それでやっと結婚までたどり着いて15年間、完璧な結婚生活を送っていた。なのに彼がナターシャに、1億残したことによってまたそれがすごく由来で、彼は他に何を隠してたんだろうとかって思って、またあの時の昔の不安な気持ちに戻ってしまうわけですよね。それで本人もそれを自覚してて、そういう不安な気持ちになりたくない、なのでこれを解決させたいということですね。得意のねナターシャストーキングですねこれ結局シャーロットとミランダと3人でナターシャの会社に押しかけるんですけども、会ってもらえません。そして後日ですね、偶然カフェでナターシャと鉢合わせてしまいます。そしてナターシャにはもうストッキングするのやめてくれ、インスタから DM を送るのやめてくれとかってすごく言われちゃうんですけども、キャリーはねどうしてもね知りたかったんですよね。もしもビッグとナターシャが自分の影で会っていたのかとか連絡を取り合っていたのか。それでナターシャの優しさでですね、彼らが離婚してからは一切連絡取ってない。それで今回の1億も遺産、放棄するっていうことですね。キャリーは一安心することができて、この物語は終わりとなります。今回ねナターシャさんはねゲスト出演でファンサービスで出てきてくれたんだと思うんですけれども、ちょっとね私は個人的にはああいうキャリーの無様な格好はねもう見たくなかったですね。ただそういうね不安な恋愛をしてる女の子たちへのメッセージだったのかもしれないんですけど、そしてミランダとチェの恋愛が進むべく結構ねみんなでねチェのコメディを見に行くっていうシーンが多いんですけども、もうそこでねそのチェのアクトってそのスタンダップコメディの中ではもうほぼほぼLGBTQ ネタですよね。トランスとかノンバイナリー、そういうネタで現在ねそのローズが何者なのか悩んでいるシャーロットにとっても、それとすごく自由に生きてる風に見えるミランダにとってもチェがすごくね魅力的な存在になってきてしまいます。そしてここで新しいキャラクターたちが徐々に登場してきます。まず1人目はシャーロットの学校のママ友リサですね。彼女はねもう黒人さんの中でもめちゃくちゃ顔が可愛くて、もうスタイルは良くて、彼女とキャリーの不動産屋さんリアルターのシーマですね、このツートップがですね今回ねもうドミネートしてると思います。特に私はシーマのスタイルが好きなんですけども、リーサはやはり赤とかですね、もう原色系のものとかアフリカのねプリントとか鮮やかなプリントとかを着こなして、もうめっちゃくちゃ素敵ですね。そしてちなみにそのリサの旦那さんのハーバートってお金持ちで理解があって、もう最高な最高な旦那さんっていう感じです。で、不動産屋さんのシーマの方はもう仕事ができて、もうほとんど欲しいものを全て手に入れてますね。地位もありお金もありっていう感じなんですけど、唯一ないのが結婚相手だったりとか、ちょっとね彼女はね
一人の男性に全てを委ねるっていうのができない、ちょっと難ありのキャラクターとなってます。はい、それで物語が進むにつれて、ミランダのアルコール中毒の方もちょっとひどくなってくるんですけども、それと同時にいきなりですね、キャリーが、腰が痛いということで、いきなりの設定だったんですけども、まあそこで手術になり、それが治るまでに何ヶ月かかかります。これがですね、ミランダとチェの関係性に大きな影響を与える場となりまして、なんとですね、アルコール中毒というのも相まって、キャリーがベッドで寝てる間にキャリーのアパートでチェとミランダが昼間から、テキーラを煽ってですね、もう肉体関係になってしまうという。そしてそれをキャリーに見られてしまって、もうキャリー激怒というね状態になってしまいました。それを聞いてですね、ミランダはスティーブとの離婚を考え始めます。そして同じ頃、シャーロットの娘ローズが学校でローズではなくロックと改名して、ノンバイナリーですね、男の子になったわけではないんですが、もうローズではないという宣言をしまして、可愛いワンピースですね。特に最初冒頭のリリーのピアノリサイタルでシャーロットがオスカー・デ・ラ・レンタの可愛いフローラルドレスをね持ってきたんですけどね、それをちょっと拒否してドレスの上に T シャツを着て変な帽子かぶっちゃうっていうね、もうすごくありがち、昨今のティーンネイジャーにめちゃくちゃありがちなものなんですけども、今回それで学校の方でですね、シャーロットとハリー両親には伝えずに学校の方でロックに改名したことを受け入れてしまうっていうですね、今もうこれ本当にねアメリカでも問題になってるんですけども、親の許可を得ずに実際にですね性転換してしまうとかって、もうちょっとこれは今社会問題になってるんですけども、そういうのが取り入れられてました。でもねちょっとね、やっぱり私からしたらセックス&ザ・シティファンからすると結構リリーとかどうでもいいっていうねティーンネイジャーの話とか別にそんなに興味ないじゃないですか。やっぱりキャリーたちが今どういう人生を送っているのか、それでどういったもっとねすごいファッションを見せてくれるのかっていうのを見たくて見ているので、本当にねチェとミランダのセックスシーンとかティーネイジャーのね話はね、私はねすごくね余計だなっていうか、ファンに見てもらいたくてやっているのに関係ないことやっちゃったのっていう感じがします。これが全てねシンシア・ニクソンさんが書いたためこうなったのかどうかちょっと分かんないんですけど、やるにしても時間が取りすぎだったと思います。はい、そしてもう一人の新しいキャラクターナヤさんなんですけども、これはミランダが学校にまた戻って人権弁護士になる勉強をし始めた先での教授となります。彼女はね、彼女もすごく、大学の教授ですごくサクセスフルなので、全員が出てきている全員が全員、お金には困ってないです。それなりの50代っていう設定で人生結構ちゃんとしてる、ニューヨークの中でアパートを持ってたりとか運転手がいたりだとかね、ちょっとね普通の世界のことではないと思います。っていうのも今回「And Just Like That」を作るにあたって最初映画の3を出すっていう話があったらしいんですけど、いやそうじゃなくて今日の等身大の50代の女の人たちの話を作ろうってサラさんが言って、この企画が通ったらしいんですね。で今ねハリウッドでもね言われてるんですけども、ハリウッド女優の方たちがある程度の年齢いったら仕事がなくなっちゃうって、確かにね例えばメリル・ストリップさんとかはもう別格なんですけども、さすがの例えばミシェル・ファイファーさん、私大好きなミシェル・ファイファーさんですらなんかちょっとした映画のお母さん役とかそれぐらいで出番がなくなっちゃってるんですよね。それでそのお母さん役やるにしてももっとたくさんいい女優さんいるのに、結局その50代60代の女優さんの
役っていうのすらも枠がないんです。なので今回ね、50代の女性をばっかり集めて中心にするドラマっていうのはね、すごくねいい企画だったと思うんですけど、それでなんかリアルな50代の女性の生き様を描きたいっていうね、そういう感じでやってたらしいんですけど、ちょっとね、お金に全く問題ないキャリアもあるっていう女性たちがこれだけね一挙に集まって、ただの人間関係で悩んでる人生っていうのはまあね、もちろんリアリティも何もないんですけども、それ言い出したらね多分できないので、もうちょっと金銭問題はスルーできるように、そういうキャリアがちゃんとした女性っていうのをねにしちゃってるんだと思います。はい、それで私思うんですけど、今回もねこの制作陣は、シーズン6ぐらいまではやろうと思ってたんじゃないかなと思います。それでシーズン1はほとんどキャラクターのビルドアップというかですね、この人はこういうキャラですっていうのをちょっとこう積み上げていくためのシーズン1だったので、結構ね余計な話が多くてですね、それを見てこういう人たちなんだっていう風なのが分かっていくところではあるんですけれど、はい、そしてある日ですね、またもうミランダがチェに夢中でですね、結構予告なしで会いに行っちゃったりしてしまいます。ある日、ミランダがまだスティーブと結婚してるっていうことをねチェが知らなかったんですよね。それがバレた時にチェが自分はそういうのは嫌だっていう風に拒否しちゃいまして、いやこれもね結構今までイケイケでいろいろやってたのに、急にそういう風になると拒否しちゃうっていうのもアメリカ恋愛あるあるでずるいなっていう感じだったんですけども、それをですね真に受けてといいますか、ミランダはスティーブに離婚したいと言ってしまいます。せっかくまた学校入り直したのに、なんかそれを棒に振ってしまうような選択をねしていってしまうわけですよね。そしてもうスティーブがまたかわいそうなんですけど、あの人すごいいい人で、ミランダには幸せになってほしいから離婚は認めるっていうような形なんですけども、指輪はね絶対に外さないとかね、めっちゃスイートなんですよね。でもねもう今はねミランダはチェしか見えないんです。チェしか見えないっていうのと、今ね自分自身が人生で幸せじゃないことがチェと恋愛することによって何か満たされるっていうね、ちょっと2つって言いますか、そういうミックスの考え方もあって、諦めきれなくてちょっとチェにこうしがみついちゃってる状態だと思います。でスティーブに離婚したいって言ったので、チェを追いかけてチェの仕事先だったクリーブランドまで追いかけていきます。そこでですねご飯食べてる時、その時ミランダが着てるドレスめっちゃくちゃかっこいいんですけど、チェのファンの人たちが来て写真撮ってくださいって頼まれた時に、ミランダが自ら自分はガールフレンドだってファンの方に言っちゃいます。それで後日チェに自分たちは付き合ってないよって言われてしまうんですよね。もうねこれ自分たちは付き合ってないよって、お互いを知り始めてるところだっていう風にはっきり言われちゃうんですよね。これねアメリカでねめちゃくちゃあるあるなんですよ。本当に女の子でそういうこと言う人少ないと思いますけど、もう本当に例えば男の子とですね女の子が意気投合してたまにデート行ったりとかしてたのが、例えばもう毎週金曜日は一緒に会って家でネットフリックス見ながら泊まるっていうね関係になってって、女の子はもう自分たちはガールフレンドボーイフレンドだって思ってるんだけど、彼氏から、男の側からするといや別にそういう口約束もしてないしっていう風にして逃げられちゃうことが結構あるんですけど、それで言い方ではネットフリックス&チルっていうんですよね。ネットフリ見ながらゆっくりする関係っていう、チェもねどちらかと言ったらそういう感じの、男性の役割といいますか、付き合ってないよって言われて
しまうわけですよね。まあそれでミランダ本当にね、学校は通ってるわ、こんな目に遭ってしまうわでね、本当にね、学生としての人生を謳歌してるっていうある日ですね、キャリーはビッグのお兄さんと会うことになりまして、ビッグの位牌をどうするんだっていうふうに聞かれてしまいます。この時すでに、ビッグの死から1年が経っているっていう設定になってます。なのでお兄さんがもうそろそろね、灰をねお墓に入れるのかどうするのか決めないかいっていう感じで言ってきてくれます。それである日、キャリーはビッグの夢を見るのか、ビッグが夢に出てきたのかここもちょっと言い争ってたところだったんですけども、2人が結ばれるきっかけとなったパリのポンデザールアート橋ですね、そこがですね夢に出てきたので、そこにビッグの灰を流しに行こうっていう風に決めて、シャーロットとミランダを招待します。ところがですね、 LA でコメディ番組出演が決まったチェがニューヨークから LA に一時的なんですけども引っ越すっていうことで、ミランダにもおいでと誘いました。そしてミランダはせっかくのインターンシップを蹴ってですね LA に行きます。それでキャリーと一緒にパリにも行こうとするんですけど、 LA に行くことすらキャリーにもシャーロットにも言ってなかったので、キャリー怒らせてしまって、キャリー結局ね一人でねパリに行って、もうねあのヘアスタイルは一体誰がまとめたんでしょうっていう感じですけどね、ヘアスタイリストと一緒パリ行ったんでしょうかって思ったんですけど、あの格好でね夜にポンデザール歩いてたらかなり危ないと思います。あと個人的にはオレンジのドレスとピンクのグローブちょっとあんまり好きじゃなかったんですけど、でその後サマンサにテキストします。っていうのもサマンサロンドンにいますので、今パリにいるからって言ったら、じゃあ明日の夜会おうっていう風になったので、ユーロスターで来れば何時間ぐらいですぐに来れますし、そこでなんとなく2人の友情は戻ったというような風に設定されてました。そしてもうすぐに、話はニューヨークの方に戻りました。チェが LA に行ってしまったので、一緒にやってたポッドキャストがなくなってしまいました。ところがですね、プロデューサーがキャリー一人でやってみないか、俺がプロデュースするからって、視聴者からのお悩み相談のようなトークのポッドキャストで、タイトルはセックス&ザ・シティ。これがキャリーの新しいストーリーとなりまして、なんとエンディングはエレベーターに入ったキャリーとプロデューサーがキスして終わるっていうことでですね、シーズン2では彼らの恋愛が描かれるのかなっていうことをほのめかして、シーズン1終了となりました。ちょっとねシーズン1ね情報量多すぎたなっていう感じ、情報量多すぎたっていうか、要はねチェとローズとか、あとリリーのタンポン話とかも本当にいらなかったし、何なんだっていうね皆さんはどう思いましたか？久しぶりにキャリーのねトンチンカンとも言えるファッションを見たりですとかね、下に新しく入ってきた LA から来たジュエリーデザイナーのリゼットさんのねナイスバディを見たりなんかしてね、私はね楽しかったです。はい、そんなわけでですね、私が取り残してしまった部分とか、あと皆さんが見ててあれ一体何だったんだろうって思った疑問や、あと他のご意見もぜひコメント欄からお待ちしてます。ではまた次回シーズン2でお会いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さとこでした。